はい、それでは私どもコバレントマテリアルの製品であります、真空破壊用のブレークフィルターという製品と真空排気用ソフバックフィルターという製品について簡単にご説明させていただきます。まず真空破壊用のブレークフィルターですけれども、真空チャンバー、真空状態から大気圧に戻す際のパーティクルの舞い上がりを防止してあげる製品になっております。で、フィルターという名前がついておりますが、多孔質のセラミックスになっておりまして、そちらからガスを均一に分散させて流速を低減させて、供給するということによってパーティクルの舞い上がりを防止するといった製品です。で、真空排気用のソフバックフィルターですけれども、こちらも、排気ラインにですね多孔質のセラミックを配置しまして、そちらから引いてあげることによって流速排気スピードを調整してあげるというような製品です。でそれによって、パーティクルの舞い上がりを防止いたします。ではデモンストレーションの方を、開始いたします。それではまず最初にですね排気に対して何も対策しない場合、をご覧いただきます。そうですね、このような形で、対策なしで排気しますと、チャンバー内に巻いてある粉が、大量に舞い上がります。で舞い上がった時にですね舞い上がってもすぐに排気ポートに座れるだろうというふうにお考えがちなんですが、実際のところというのはこういった浮遊した状態でずっと漂っている感じになりまして、こういった漂ったものが製品の基板とかにですね付着して欠陥になったりするという感じです。で落ち着いてきましたので、今度は、そうですね真空蒸着とかでよく使われますチャンバー内が真空状態で、大気との圧力差がありますので、それを利用して大気を導入するという方法で弁当します。お願いします。ちょっとキラキラとたまに光ってると思うんですが、これが舞い上がった、パーティクルになります。では大気圧に戻ってソフバックフィルターのちょっと調整できましたので、改めて排気をします。じゃあお願いします。もう排気の方始まっておりますけれども、ご覧いただいている通りで、先ほど大量に舞い上がったパーティクルというのが全然舞い上がってない様子がご覧いただけると思います。でパーティクルの方落ち着いてますので、最後にブレークフィルター C のラインについている白い部分ですね、あそこの方から、大気圧に戻す作業を行います。お願いします。でご覧いただいたように、先ほど30キロパスカルから大気を導入した時に比べて、パーティクルが全然舞ってないというのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。